マガイマガド、ヨツミワドウ、ゴシャハギなど、たくさんの新しい生物が登場しているモンスターハンターライズ。そんな大型モンスターたちの陰でひっそりと活躍する新生物を忘れていませんか？どうも、ニットゲームスです。今回は新たに登場した環境生物の考察をさっくりしていきたいと思います。では早速見ていきましょう。アミキリアカネ。この環境生物は妖怪アミキリとアキアカネなどの赤トンボがモチーフだと思われます。妖怪アミキリが持つハサミのような前足はアミキリアカネにも発達した前足として引き継がれていますね。ちなみにアキアカネより赤くなるトンボも結構います。夏アカネとかね。お次はアメフリツブリ。こちらは妖怪アメフリ小僧とカタツブリの組み合わせでしょう。アメフリツブリの殻の形状がアメフリ小僧が被っている傘の形状によく似ていますよね。アメフリ小僧は雨の神様の児童であることから雨イコール豊穣とプラスの解釈で回復効果を持つ環境生物になったのかもしれませんね。一旦モンシロ。ゲゲゲのホニャララの印象が強そうな妖怪一旦モンメとモンシロチョウがモチーフでしょう。目のように見える模様と腹部の長い羽がひらひらと宙を飛ぶ一旦モンメに見えますね。次は意外と知られてないかもしれない円々句のモチーフ。これは妖怪円々羅とミンクでしょう。円々羅というのはその字の通り煙の妖怪で、煙のようにフェロモンをまく円々句とキーワードが共通してますね。ちなみにゲーム中でイタチと表記されていますが、ミンクもイタチ科の動物なので信憑性は高いと思います。百目マダラ。妖怪百目とマダラチョウの組み合わせでしょう。百目は全身に無数の目を持つ妖怪です。羽や触覚に目のような模様を持つ百目マダラが群れをなすと、その光景は妖怪百目を目の当たりにしているように見えることでしょう。蝶つながりで続くのはホムラ蝶。そのままホムラと蝶でホムラ蝶。ホムラは妬み、怒りなどの激しい感情や欲望で燃え立つ心情を意味します。ホムラ蝶の攻撃力アップ効果やトゲトゲしい羽が燃え立つ炎のように見えることから由来が伺えますね。まだまだ続くよ。ブンブジナ。昔話で有名な文福茶釜とムジナがモチーフでしょう。外部から攻撃を受けると爆発してしまう姿が文福茶釜においてカンカン叩かれたり火にかけられたエピソードを連想させますね。ちなみにムジナというのはタヌキやアナグマのことを指す言葉として使われます。マキムシ。マキビシムシのマキムシ。尖った頭やあたりに巻いて使用する点。踏んだモンスターがしばらく近寄ってこなくなる効果などまさにマキビシと言えますよね。妖怪をモチーフにした生物が多い中、人具がモチーフとなった少ない例でもあります。粉生地。由来は粉生地チーと生地。粉生地 G は最終的に命を奪いますが、粉生地は奪いません。仕上げはハンターにお任せです。読み方悩みました。金玉テントウ。名前の通り金玉とテントウムシが由来だと思われます。金玉って何って方も多いと思うので軽く説明すると、これは日本に伝わる金の精霊です。似たようなものに金玉と呼ばれるものもいます。金玉も金玉も現れたり手にしたりすると富が訪れます。取得すると生産ポイントになる金玉テントウにぴったりなモチーフですよね。これで以上になります。環境生物はあまり目立たない存在ですが、こうしてしっかりと作品のコンセプトに沿ってデザインされていると知るとなんだか嬉しくなりますよね。今回紹介していない環境生物は過去に投稿した考察に入っているので、よかったら画面真ん中の関連動画からご視聴してみてください。じゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。